はい、セリカさんです。今回は簡単お手軽にホログラム塗装ができる各ガンダムマーカー EX に水性トップコートを吹くとどんな見た目になるのかを実験していきます。各自で実験するのも面倒だと思うので、今回まとめて実験してみました。それでは実験していきましょう。先に簡単ですが実験内容を解説します。ガンダムマーカーは月光町ホロシルバー、トランザムホロレッド、メペホロイエローの3種類を使います。これを実験用のプラ板に塗装して光沢、半光沢、艶消しのトップコートを吹くとそれぞれどんな見た目になるのかを確認します。このチャンネルはクリアカラーガンプラがメインなので透明なプラ板で実験をします。それに下地の色に影響されないため実験結果がより見やすくなるとも考えました。プラ板は100均のダイソーで購入したもので板厚が薄いのでハサミで簡単に切れます。大きさは特に考えないである程度見えればいいやくらいの軽いノリで決めています。プラ板を切り終わったらマスキングテープを貼ってそれぞれ分かりやすいように名前を書いていきます。このプラ板だとトランザムレッドを塗装して光沢のトップコートをするっていう意味になります。こんな感じで全ての実験用プラ板を作っていきました。実験用プラ板にガンダムマーカーで塗装していきます。このホログラム用のガンダムマーカーは隠蔽力が弱いので何回か重ね塗りをした方がいいです。この実験でも3回の重ね塗りをしてなるべく透けないように塗装しました。月光町ホロシルバーを使ったガンプラ製作動画もあるので気になる方は概要欄からご視聴お願いします。塗装して1日乾燥させたものを確認してみるとしっかり虹色に変化して見えます。こんなにお手軽にホログラム塗装ができるなんてすごい時代になったものですね。塗装したプラ板に各プレミアムトップコートを吹き付けていきます。塗膜を厚めに塗装しても大丈夫なのかも実験したかったので多めに吹き付けています。いつもは塗装ブースでやっているのですがプラ板だけだし天気も良くて気持ちよかったのでベランダでやりました。それでは実験結果を見てみましょう。ここからは各ガンダムマーカーの実験結果を映像で流しながらそれぞれの感想をお話しします。左からトップコートなし、光沢、半光沢、艶消しの順番で並んでいます。光沢はトップコートなしと比べると気持ち艶が増したかなくらいなので劇的な変化を期待していると肩透かしを食らうかもしれません。ただ影響が少ないのでガンプラ全体を光沢トップコートでやる分には気軽にできるのがメリットになります。半光沢は虹色の変化は確認できるのですが半光沢なだけあって艶がなくなって落ち着いた印象になりました。このガンダムマーカーが派手な見た目な分いつもの半光沢よりもさらに艶がなくなってるような感じを受けます。トップコートなしの輝きを維持したいならしっかりパーツを分けて作業した方が良さそうです。もちろんこの見た目が欲しいなら半光沢でやるのも全然ありです。艶消しは虹色の変化がほとんど見えなくなりました。カメラ越しだと分かりにくいですが肉眼だと変化しているのは確認できます。ただ肉眼でもしっかり見なければ分からないレベルとなります。艶消しの見た目と虹色の変化を両立させたいんだったら半光沢までに抑えた方が良さそうです。個人的にはこのガンダムマーカーに艶消しはおすすめできないです。それぞれかなり見た目が変わるのでこのガンダムマーカーを使う際の参考にしてください。それでは動画を終わりにします。次の動画でまたお会いしましょう。